ハロー、皆さんこんにちは、ナナです。本日はですね、正直 BPO って働くってどうなのについてお話ししていきたいと思います。私自身マレーシアで働いて早もう3年以上経つんですけど、その中でも BPO 関連で働いた経験があるので、そちらをもとにお話をしていきたいと思います。今回のトピックは4つ。まず1つ目はビザ関連と BPO に関しての概要。2つ目、最初に勤めてた会社のお話。3つ目、今勤めている会社のお話。4つ目、正直 BPO って働くってどう思うについてお話ししていきたいと思います。それでは早速レッツゴー。では早速1つ目のトピックのビザ関連についてお話をしていきたいと思います。マレーシアに移住している人のほとんどが現地採用もしくは駐在の就労ビザもしくは MM2H とかのバケーションビザで住んでいる人がほとんどではないのかなと思います。私は現地採用として就労ビザを取得しマレーシアに移住しております。この就労ビザを発行しているマレーシアの会社の中で日本人を多く採用しているのは BPO 業界の会社なのではないかなと思っております。というのも日本人を募集している職種で BPO の業界を見ることがすごく多いからですね。で BPO って簡単に言うと業務委託って感じでクライアントから仕事を請け負います。自分が入社するのは BPO の会社なんですけど、実際の業務はクライアントから依頼される業務を行う感じです。でこの業務がプロジェクトと言われるくくりで分けられていて、実際の BPO の採用もプロジェクトごとに行われるのが一般的です。 BPO の会社が大きければ大きいほどクライアントが多い、請け負っているプロジェクトが多いということになりますので、プロジェクトが多ければ多いほど人数も多いので、同じオフィスだけじゃなくて複数のオフィス分かれてプロジェクトとして成り立っている BPO の会社もございます。私の友人でも別の友人と同じ BPO の会社なんだけどプロジェクトが違うのでオフィスは全然違うっていうこともよくあります。それではトピック2つ目の私が一番最初に勤めていた BPO の会社について。1社目はインド系の会社でございまして、マレーシアの現地採用で働いている人だったらほとんど知っているんじゃないかなと思う会社でございます。は旅行系のプロジェクトで働いてました。このプロジェクトは言語によって結構きっぱり分かれているようなプロジェクトで、周りはみんな日本人。この会社に入って良かったことは、死ぬまで友達であるだろうなっていう人たちとの出会いがあったことと、基本給がそこまで悪くなかったということですね。ただ正直なところこの会社はあまり好きではなかった。会社全体的にもプロジェクト全体的にも。というのも私結構仕事のモチベーションとして尊敬できるような上司がいないとモチベーションが上がらないタイプでして、でその当時上に立つ立場の人は結構何人かいたんですけど、その複数いる中でも唯一1人しか私が尊敬できる方がいらっしゃらなくて、その他の上に立つ人たちは、直接言い合ったりとかはしてないんですけど、私は個人的に心の中でずっとバトルをしておりました。これは私の性格上の話ではあるんですけど、自分で納得できないことに対してすごくストレスを感じる性格で、なんか理不尽な依頼とかだったり本質のない内容を頼まれても納得できてないからすごい拒絶反応を起こしてしまうんですね。このプロジェクトではそういう依頼が日常茶飯事で起きていて、本当に自分の脳と心を殺さないとストレスフルな環境でございました。あんまり悪くは言いたくないんですけど、業務で使うヘッドセットがあるんですけど、このヘッドセットに関しては新品ではなく誰かが使ったおフルをまず付与される、かつおフルであるけどデポジットとしてお支払いをしないといけない。退職時にヘッドセットを返却しないといけないんですけど、返却した後に自分で故意に壊したわけじゃないのに会社の方たちが故意に壊した判断して自分らが払っていたデポジットからお金を差し引いて結局デポジット返却されなかった友達が複数いて、そもそも新品でもないのに壊れるリスクが待ってる状態で渡されたヘッドセットに対してお金取るんだっていう、ちょっとあんまりこれどうなん思うようなことがあって納得いかないことがすごく多かったので、私の印象的には会社としてはあんまり好きではなかった感じですね。いろいろしんどかったでございます。これまでちょっと結構マイナスプロモーションをしちゃったんですけども、幸いにもと言っていいのかわかんないんですけど、このプロジェクトはクローズ予定らしいので被害者はこれ以上は出ないかなと思うと良かったなとも思います。そのプロジェクトがなくなっちゃうにあたってここに勤めている人は職を失うってことになるので、他のプロジェクトに移動したり
り他の会社に転職したりとかっていう大変な思いをしている友達もいるので、何とも言えないんですけど、私的にはなるべくしてなくなっちゃったのかなと思っております。こんなプロジェクトもあったんだくらいで聞き流してくれてたらありがたいです。この会社は私にとってはマレーシア移住のきっかけとなった会社ではあったので、そういう面では最終的には感謝の気持ちもたくさんあります。それでは、3つ目の現在働いている会社についてお話ししていきます。今の会社は本社がヨーロッパ系っていうのと、以前は私 BPO の会社に所属していたんですけど、直雇用になったっていうのと、会社全体的に潤いがあるからなのか、社名との差がいい意味ですごいっていう感じですね。私の今のライフスタイル的に給料とか福利厚生とかで仕事のモチベーションが変わるタイプなので、目に見える形で従業員に還元されている今の会社のシステムがすごいありがたいなと思います。入る会社と周りの人間環境で好みも気持ちとか仕事に対する意気込みだったりいろいろ変わるんだなって日本の会社も含め実感しております。あと私の中では今の環境が本当に恵まれているな、人間関係としても会社としても恵まれているなと感じていて、周りにいる人が知的というか賢いというか、それでいて人間性ができている、ずるいこととか悪いこととか考える人が私の日本人チームにはいなくて、誰かを助けようとか協調性もある本当に最強のチームだなって思っています。そんなチームで私も一員として働けていることも恵まれているなと思うし、ありがたいなと思いながら日々働いております。この会社で大変だなって思うこととしては、業界が業界っていうのもあっていろんなことがどんどんアップデートされて、日々新しいことが常に入ってくる環境ではあるんですね。なので毎日やっていることは似たようなことであっても、中身が結構アップデートとかされてコロコロ変わるので、その情報をちゃんとキャッチしてうまく対応していかないといけないっていうことは、今までの会社と比べるとちょっと大変だなって思うことがあります。あとこれは外資に多い傾向なのか何なのかはよくわからないんですけど、見切り発車で物事がスタートすることが多くて、見切り発車の状態でスタートしちゃうから、スタートしちゃったらもう自分たちもそれに乗っかっていかないといけないので、その乗っかり方っていうのをうまくやっていかないといけないっていうのは最初戸惑ったし大変だなって思うことはありました。ただ1年働いてきてだいぶ最近は慣れ出したので、また来たかくらいな感じでいい感じにうまく乗っかっている次第ではあるんですけど、人によってはすごくストレスに感じる環境でもあるのかなっては思います。私の業種は営業という職ではないんですけど、数字として自分の成績をきっちり管理されているシステムなので、自分の成績をちゃんと上げていないとボーナスも入らないし、昇進とか昇給とかにならないので、そこに関しては結構ちゃんとシビアだなっていう感じはしております。残念なことに私のチームではないんですけど、他のチームの中で急に役員とかそっち側の方たちの意向で、このチームにはこんな人数がいらないよねっていうことで急に人員削減が行われたりすることがあって、急に人が解雇されている状況もないことはないですね。実際に起こりうっている世界観ではあります。なので日本って結構働き手って結構守られているような法律だったりっていうので、会社からクビになることってあんまりないと思うんですけど、こっちの会社で働いていると時々で会社にとって必要ないって思われる人材であったら容赦なく切られる、解雇されるっていう状況があるので、そこに関しては不安な点はありますけど、考え方次第ところでもあります。てな感じで本日は BPO ってどうなんっていうことについていろいろトピックに分けてお話をさせていただいたんですけど、結論良し悪しは会社による感じですね。当たり前ですね。すいません、当たり前のような回答を最後にしてしまって。ただ正直現実的な話、特殊なスキルとか特殊な何か職歴とかがない限り、マレーシアである程度の給料がある仕事って結構 BPO に偏りがちだと思うんですね。なので結局結構大多数の人は BPO の業界で働いているんじゃないかなって思っております。なんでこれからマレーシア転職を考えていて、かつ BPO 業界で働こうと考えている人は、時間に余裕があればちゃんと吟味して会社は決めた方がいいと思います。例えばで言うと、複数の会社を受けて複数の会社からオファーをいただく、そのオファーをいただくことによって自分が選べる選択肢が増える、かつオファーがいっぱいあることによって基本給の交渉もその複数のオファーレターがあることによってしやすくなると思うので、そういう意味で選択肢を複数持つっていうことは一つのいい会社を見つけるための手段になるのかなって思います。超当たり前な話なんですけど、実際に現地で働いている人の声を直接聞くっていうのが一番有効
効だと思ってて、私もマレーシアに来る前はこっちの現地の情報はネットから調べることしかできなくて、正直偏ってはいたと思うんですね。でも実際こっちに来て働いてみると、やっぱ自分が働いているから周りの友達とかもそういう関連の友達になるし、ここからいろいろ情報が入ってくるから、マレーシアに来て働き始めた方がやっぱり情報はたくさんリアルな声を聞くので、実際にこの会社のこのプロジェクトがこういう風になるらしいよとか、こういう福利厚生があるらしいよとかっていうなんか具体的な情報として入ってくるので、もし日本で悩まれていて自分にとって欲しい情報が不足してるなって思うんであれば、実際に働いている、私でもいいし全然違う人もいろんな人が情報発信をしていると思うので、その方に直接 DM とかダイレクトメッセージをして聞くのが一番いいのかなと思います。私もこうやって情報発信しているんですけど、この情報発信だけでは全て細かく刺さるような情報を提供できるとは思ってなくて、私も個人的に DM をいただいたらその人に適した回答というか、私が知っている内容でお伝えするようにしているので、もし迷っていたら直接こっちで働いている人の SNS とかを見つけて直接メッセージするのが一番有効なんじゃないかなと思います。まずは自分から聞いてみるっていうのが一番いいんじゃないかなって思います。もちろん私はインスタをやってるので、インスタのダイレクトメッセージでメッセージをくれたらちゃんと返信するので、もし何か気になることとか具体的な会社とかを言ってくれたら、私が持っている情報だけですけどお伝えできるので、もし何か気になることとか不安に思っていることがあれば、私の SNS の DM で聞いていただけたらなって思います。という感じで、今回 BPO ってどうなのっていうお話をさせていただいたんですけど、どうでしたかね。私も全ての BPO の会社に勤めたことがあるというわけではないので、全てお話しすることは難しいんですけど、あくまでも私が経験した中でどのような違いがあったりとか、メリットデメリットがあるんだなという風な情報としてシェアできたのではないかなと思います。ちょっとでもイメージ感でしたり、今後のマレーシア移住に役立てる情報が一つでもあればなと思っております。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。